いやいや、誰かが寝ているぞ。これはなんと美しい。耳元ではしゃぐ声にスノーが目を覚ますと、そこは小さなベッドの上だった。アリスは先ほどまで共闘していた戦友の姿を探すも、周囲にいたのは小さな黒い影のみ。スノーはその黒い影に見覚えがあった。小人。姫が目を覚ましたぞ。いやいや、誰かがやってきたぞ。お城の方から森の小人の小屋にやってくるのは誰だろう。そんなの決まってる。毒リンゴを持った女王様さ。ヘンリエッタ。その姿はまるで。あなたは私の娘のようなもの。とても憎い娘。殺したいことに。ならば、この王妃の姿こそが私にふさわしい。邪念はすべて浄化しました。逃がしたナイトメアの分裂体は再び一つとなり、物語に登場する王妃の姿をかたどっていた。鏡よ鏡、教えておくれ。正義とは一体何なのか。王妃は手にした鏡に向けて問いかける。私の娘は作者のためと言いながらあまたの命を踏みにじってきた。それは本当に正しかったのだろうか。王妃の周りでは黒い小人たちが踊っている。教えておくれ。私の娘は真の正義か。もしそうならば、作者すら踏みにじる娘の正義とは何なのだ。王妃はスノーを糾弾すると、処刑にすると言い渡した。可愛くて憎らしい私の娘。作者としての力を見せてあげよう。ほら、こうやって王妃が勝つ筋書きに変えましょう。巻き込まれないように。邪念はすべて浄化しました。
あなたを助ける王子は来ない。あなたは毒リンゴに蝕まれて死ぬの。邪念はすべて浄化しました。喉が焼けるように痛んで、だんだん息ができなくなってくるわ。まるで水の中にいるみたいにパクパクと口を開けて。ちょっとズルするよ。主よ、あなたに勝利を捧げます。苦しいでしょ？でも大丈夫。もう死ぬわ。ほら、小人たちもあなたの死を喜んでいる。さようならね、スノーホワイト。この流れは予想済みです。自分が死に向かっているのがわかる。これが作者の力。ダメだ、ここで死ぬわけにはいかない。私はまだ主を復活させていない。
邪念はすべて浄化しました。薄らいでいく意識の中である光景が頭をかすめた。アリスと共闘した時、作者が作者を襲っていた。ちょっと戦ってきて。主、あなたに勝利を捧げます。作者に勝つのは作者の力。それならこれは痛いよ。主よ、あなたに勝利を捧げます。倒れ伏した私のそばに小人の一人が寄ってくる。作者の分裂体である小人が。私はその小人を食べた。申し訳ありません。敗者には敬意と弔いを。取り入れた作者の一部は瀕死のスノーに多大な力をもたらした。それでもまだ足りない。
書き換えられた筋書きに抗うために、スノーは黒い小人たちを次々と喰らう。それがお前の正義か。叫ぶ作者にスノーは叫び返した。主の復活こそが私の正義だ。今や分裂体の半数以上がスノーに取り込まれている。作者との力の差はないに等しい。私は私の正義を執行する。スノーは逃げ惑う小人たちを握りつぶした。登場人物が話の筋を変えるなど許されない。私は作者たるあなたの力を取り込んだ。ならばどう話を変えようが自由だろう。なんて恐ろしい。私は化け物を産んでしまった。息も絶え絶えの作者を見下ろしてスノーは微笑む。そのゾッとするまでの美しさに王妃の姿をした作者は恐怖した。今になって登場人物の気持ちがわかるなんて皮肉だわ。でもと心の中でつぶやくと作者は笑う。私の毒リンゴがあなたを蝕むことだけは変わらない。何を言っている。あなたの正義は正しい。作者の問いにスノーは鼻で笑った。何度でも答えよう。私はドクンとスノーの鼓動が大きくなる。私はスノーは作者の力を取り込んだ。同時に彼女の正義を疑う作者の思想も。あなたを助けた小人たちは美味しかった？作者の言葉がスノーの鼓動を大きくする。私は自分を助けてくれた小人すら犠牲にした。私を慕ってくれた小人をこの手で。あれが私の正義。ピシリとスノーの自我にひびが入る。その彼女を突如落雷が襲った。空間すべてを飲み込むような激しい光と音、そして巻き起こった爆風が世界を刈り取っていく。その中にスノーの姿は消えた。